皆さんこんにちは、さくらです。明日から家族で一泊熱海旅行に行ってくるので、その中身をご紹介していこうと思います。先日息子が1歳のお誕生日を迎えたので、その記念として家族で初めて旅行に行きます。今回は車で移動をするので、荷物をコンパクトにすることにはこだわらずに、ボンボン必要なものを詰めてとっても大きなカバンになってしまったんですが、少しでも参考になれたら嬉しいです。この荷物は私と息子のものが入っています。こっちのバッグはいつも使っているマザーズバッグです。基本この荷物は持ち歩こうと思っているので、普段使うものが入っています。こっちには着替えや息子の離乳食が入っています。こっちのマザーズバッグからご紹介していきます。車の中でも手元に置いておこうと思っているので、貴重品も一緒に入れています。まずは車内は乾燥して喉が渇くので、明日これにあったかい飲み物を入れて持っていこうと思っている私用の水筒と、明日ここにお水を入れるんですが、息子用の水筒です。いつものおむつケース、この中にはおむつ4枚とおむつ替えシートやビニール袋、あと念のために保湿剤のサンプルも1つ入れています。おむつはあっちのボストンバッグにもたくさんストックは持っていく予定です。これはサービスエリアやホテルに着いたらすぐにおむつが変えられるように最低限のものを入れています。普段私が使っているいつものポーチ、この緑のケースにはガムが入っています。ハンドタオル、普段使っているお財布と、車の中で息子が退屈しないように音が出る図鑑も一緒に持っていこうと思います。明日は11時ぐらいを目安に家を出発して、有名な海老名サービスエリアでお昼ご飯を食べようという話になっています。なのでそこで息子のご飯をあげようと思っているので、離乳食も一つこの中に入れています。息子は今12ヶ月、ちょうど1歳なんですけど、体がすごく大きいので、もうこの1歳4ヶ月用の大きなベビーフードを用意しました。あと息子が車の中でぐずった時に食べられるおやつも一緒に入れています。まずいつも息子が食べているバナナと卵ボーロも2日間で食べられるように2パック入れています。卵ボーロは割れちゃうので、こういうちっちゃいタッパーに入れて持ち運ぶようにしています。あと最近息子がハマっているおやつが食パンで、このふんわり食パンが大好きなんですね。なので一口サイズに切った食パンもマザーズバッグに入れました。ここには6枚切りの食パンが 1.5 枚分入っています。なので2日間に分けて食べさせようと思っています。食パンを食事として出すと、もうこればっかちょうだいちょうだいって副菜を全然食べてくれないんですね。なので最近食パンはおやつ枠としてあげています。食パンには塩分が含まれているので、食べ過ぎには注意が必要みたいなので、摂取量を気にしてあげています。ご飯としてあげちゃうと、おかわりが欲しいっていう時におかわりがあげられないので、おやつがぴったりだなと最近は思っています。手が触れると雑菌でカビが生えたり傷んじゃうので、切るときはビニール手袋をしてハサミでカットしました。あと息子のなんて言うんだろう、ファーストシューズ前の靴に慣れさせるためのソックス、靴下の底にゴムがついているやつを持っていきます。最近息子はあんよをしだして、お家では結構歩いているんですけど、外であまりまだ歩く練習はしていないんですね。今回テラスのついたお部屋を予約したので、この靴を履かせて歩く練習もさせようかなと思っています。
足もすごく大きくて、今13センチだったのかな、この間測ったら。本格的に靴を履いて歩かせるのは春暖かくなってからにしようって話しているので、今の時期はこの靴下のお靴で何かを履くという練習をさせようと思っています。あとは予備のスタイを2枚入れています。息子はよだれがすごく多いので結構頻繁にスタイを変えているんですけど、ご飯の後にも変えられるように2枚ここに入れています。あとはこの持ち手のところにお尻拭きをつけています。こう輪っかを通しておくとカバンの底の方にお尻拭きが潜っちゃうことがなくて、使いたい時にすぐに手に取れるので便利です。あとこっちの同じ持ち手の反対側には無印のポーチをつけています。これは、ゴミ箱として使っています。ウェットティッシュの濡れたゴミとかも入れられるような水を弾く素材のポーチになっているのでとても便利です。こっちのマザーズバッグは以上かな。洗えるヌビバッグの気に入っているんですけど、生地が柔らかいので何もないと自立しないんですね。なのでこのバッグインバッグがすごく重宝しています。これを入れると自立してくれるし、中身が整理しやすくなるのでとても気に入っています。こんな感じでざっくりと整理して荷物をまとめました。これは車に乗るときに横に置いておこうと思っています。よいしょ。次がこっちの大きなボストンバッグの中身をご紹介していきます。結構パンパンになってしまいました。まずはおなじみの私のコスメポーチ、いつも使っているメイクポーチが厳選された私の一群コスメになっているので、そのまま特に中身を入れ替えたりはせずに入れています。あと大雑把でお恥ずかしいんですけど、そのまま息子用の保湿クリームを入れています。かさばるので小分けにすることも考えたんですけど、今回ホテルにプールがあって頻繁に使うかなということでこのまま持っていこうと思っています。次が私のスキンケアや細かいものをまとめたポーチです。この中には私のスキンケアセット、今回は化粧水は持っていかずにシートマスクで保湿をしようと思っているので、シートマスク3枚と美容クリーム、保湿剤、ヘアオイル、クレンジングが入っています。こっちにはいざという時のためのビニール袋数枚と息子の歯ブラシを入れています。いつも使い慣れてるものの方がいいかなと思ったので息子の歯ブラシは持っていきます。私の歯ブラシはホテルにあるやつを使おうかなと思っています。今回そんなに持っていくものがなくて2つのポーチは空っぽです。でこっちのチャックのついているポーチには私と息子のお薬類をまとめています。私がいつも飲んでいるアレルギー薬とロキソニン、トンプク、息子のお薬とお薬を飲ます時にいつも使っているスポイトも忘れずに持っていきます。これくるくるまとめられてコンパクトになるので気に入っています。あといつも使っているヘアブラシと、これが息子のミルクセットですね。今回1泊だけだから授乳で済ませちゃおうかなとも思ったんですが、結構寝る前の入眠儀式みたいになっているので一応持っていこうと思います。哺乳瓶と、普段はフォローアップミルクを飲んでいるんですけど便利なキューブタイプのミルクがあるのでこれを持っていきます。夜もしかしたら私がお酒を飲むかもしれなくて夜泣きで起きてしまった時に授乳ができないので念のためミルクは2本持っていこうと思っています。哺乳瓶や水筒を夜洗おうと思って今日セリアでこんなものを購入しました。重曹入りスポンジっていう使い捨てのスポンジがあって薄いスポンジが10枚入っているものです。重曹入りなので洗剤を使わずに清潔に洗うことができるそうで、
これを試してみようかなと思っています。使っているものが重曹ということで、よくわかんない洗剤が染み込まれたスポンジより、安全かなと思ってこっちを選びました。多分1泊で10枚も使わないので、このジッパー袋に入れて余った分は持って帰ってこようと思っています。お湯などは特に持ってかずにホテルのお湯を使おうと思っています。次が私の水着ですね。妊娠前に使っていた水着だから使えるか心配だけど、水着を持っていきます。あと息子用の水遊び用のパンツです。水遊びパンツはあったんですけど、水着は売ってなかったので、ホテルの赤ちゃん用水着をレンタルしようと思っています。息子のプールデビューになるのでとても楽しみです。息子のおむつですね。そんなにいらないと思うんですけど、ここには10枚のおむつと、あと夜用のおむつも1枚入っています。これはジッパー袋に入れて空気を抜いて、気持ちコンパクトにまとめてカバンの中に入れています。次が息子の離乳食です。リゾナーレ熱海というホテルなんですけど、赤ちゃんウェルカムなホテルで、ビュッフェにも離乳食のコーナーがあるそうなんですね。なのでその離乳食を試してみようとは思っているんですが、念のため大きな離乳食を1、2、3個入れています。夜と朝はホテルのベビーフードを試してみる予定なので、こんな3つもいらないんですけど、もしね、帰り渋滞で帰るのが遅くなってしまった時とかのことを考えて、ちょっと多めに持っていきます。平日に行くから高速道路が混んでるってこともないとは思うんですが、念のためあとバナナケースに2日目用のバナナも入れています。これは帰りの車の中でぐずった時にあげようかなと思っています。あと息子の母子手帳ケースですね。何かあった時用のためにこれは必ず持っていきます。私の iPad と、あとモバイルバッテリーが入ったポーチも持っていきます。あと私のケープです。次が無印の洗濯もできる衣類ケースになっていて、息子の細々としたスタイとか靴下とかこの中にどんどん入れていこうと思っています。どれが新しい靴下かわからなくなっちゃうので管理しようと思っています。帰ったらそのまま洗濯機に入れて洗濯ができるので便利です。コンパクトになります。もしかしたら生理がかぶってしまうかもしれないので、生理用品も忘れずに持っていきます。生理が来たらプールに入れないので来ないことを願っています。最後が私の2日目の洋服と息子の洋服ですね。私の服は紹介しなくてもいいんですけど、息子の服はご紹介していきます。まず2日目に使うハンドタオルと、あとスタイもできるだけたくさん持っていきます。まだ洋服を汚してしまうことが多いので、一応着替えは多めに持っていく予定です。肌着2枚とレギンスとトップス、あとパジャマ代わりにカバーオールを持っていきます。靴下もちょっと多めに3枚持っていきます。こんなに使うかわかんないんですけど、ちょっと多めに今回はパッキングしました。以上かな。結構大きなボストンバッグなので余裕があるかなと思ったんですけど、入れたらパンパンになってしまいました。まだ赤ちゃんを連れての外泊スキルが全然ないので、今回の旅行で経験を積んでこようと思っています。おむつとかベビーフードは消費するので、帰りはもっとコンパクトになることを願って行きはパンパンに詰めていきます。このボトルが怖い。一番上に入れようと思います。でも入るね。
しょちょっといびつな形になってしまったんですが、これは車の後ろのスペースに入れようと思っているので問題ないです。であとパッキングしてたらなんか遠足の前日みたいな気持ちになって楽しくなっちゃってお菓子を用意しました。息子が寝たら夫とのんびりしようと思っているので、その時に食べる用のお菓子をたくさん入れました。ピザポテトと、あと私の好きなマカダミアチョコとビスケット、あと大好きなじゃがりこも持っていきます。丸ごと美味しい干し梅、これはマザーズバッグの方に入れようかな。車の中で食べたらすっきりしそう。お菓子はお箸で食べたいので、この携帯用のお箸と食べきれなかった時用にクリップも持っていこうと思います。楽しみ。今生理前で食欲もすごくて、甘いものやジャンキーなものが食べたくなると思うので、これは大事に持っていこうと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。初めての子連れでの旅行なので、もしかしたら改善する余地があるとは思うんですが、少しでも参考になれたら嬉しいです。明日のために早く寝ようと思います。また次の動画でお会いしましょう。